しつこい腰肉に長引く腰痛。原因は隠れ反り腰だったんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は腰回りのお悩みをすっきり解消するたった10回腰振りエクササイズをご紹介していきます。というのも多くの方はきつい腹筋やプランクなどいろんな運動をされていると思うんですが、なかなか思ったようにお腹腰回りがすっきりしない、または運動した後に腰が痛くなってしまう、首が辛いといった症状にお悩みの方たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。実はこういった原因が隠れ反り腰であることが非常に多く、その症状というのは自分では気づくことが難しい。さらに放置をしたまま運動をするとどんどん症状が悪化するし、自然に治ることはほとんどありません。ですから今日はしっかりと解剖学について学び、自分で体を改善できるようになっていきましょう。まず現代人というのは基本的には背中を丸めた猫背姿勢で生活をしていますね。スマホやパソコンや家事をするとき、これ一見背中が丸いから猫背、反り腰には関係ないなと思いがちなんですが、現代人は体幹部の筋肉がもともと弱っていたり、机の位置が結構低くてスマホやパソコンを見ますから、このポジションを保つのが辛い。結果的に体を後ろに少しのけぞるような形で姿勢を保っています。この時胸は丸いけど腰は反っていますよね。これが隠れ反り腰です。これは普通の反り腰姿勢だと腰全体で支えていますが、隠れ反り腰の場合は点で支えていますから、普通の反り腰よりも上の方が丸まってる分、支える点がかなりピンポイントになってきてますね。ですから腰痛になった時に結構長引く方がいらっしゃったり、辛い症状が続いてしまう方多いんですね。解剖学的にどうなっているかというと、本来人間は骨盤の底蓋、骨盤底筋群と溝落ちにある横隔膜というものがしっかり平行になることによって体幹部の筋肉、腹圧を高めて安定させてくれています。しかしこれが隠れ反り腰の方の場合は、このように平行だったはずの筋肉が前が広がるような形になってしまいます。すると下腹の前からどんどん腹圧が抜けますから、下腹がぽっこりしたり、お腹腰回りの筋肉が緩んでしまいます。さらには支えが腰しかなくなってしまうので、腰痛が起きてしまうんです。ですからこの姿勢を直すにはしっかり下腹を効かせること、そして使えていないももの裏側ハムストリングスを鍛えることが大切です。逆に言うと最初言ったように、この悪い姿勢のままいろんな運動をしてしまうと、やってみると分かりますが、すごく腰に負担がかかってきますね。あとはねじってるのにお腹腰回りの筋肉使ってる感覚がない。だからどんどんたるんでしまうんです。そこで最近問題になっているのが、流行りになっているボディメイクコンテストで見せかけの筋肉を鍛えることを学んだ方がそのままトレーナーになってしまっているっていうことが非常に増えているんですね。ですからこういった本来あるべき体の姿勢であったり、解剖学の知識を知らずに姿勢が悪いまま運動指導や腹筋背筋などきつい運動をお客様にさせてしまって、結果的に腰痛が悪化したり、将来的に非常に姿勢が悪くなってしまうということが結構頻繁に起きています。だからこそこのチャンネルの視聴者の方には、こういった解剖学の知識を身につけて自分で自分の体を守れるように、そして自分にとってベストなエクササイズを選択できるようになってもらいたいなと思っています。そういった思いで約10年ほどこの YouTube を続けていますので、ぜひこれを機会に皆さんも自分の姿勢や筋肉について少しだけ興味を持ってみてください。はい、ということで少し話がそれてしまいましたが、今日は簡単3ステップです。まずステップ1で隠れ反り腰のチェック、ステップ2で固まった筋肉をほぐすウォーミングアップ、最後ステップ3でたった10回腰振りエクササイズで隠れ反り腰を改善していきます。ちなみにこの隠れ反り腰もたくさん原因がありますから、その原因別のエクササイズ方法というのも概要欄に掲載していますので、そちらも動画を見た後にチェックしてみてください。それでは今日も頑張りましょう。それではチェックから行いましょう。膝のお皿つま先を正面、この向きを変えずに体をねじりましょう。この時に肩が100度ねじれたらバッチリです。肩の真ん中がちょうどセンターラインを少し超えるぐらいです。反対側と比べてもらって左右差がないかの確認、そしてねじった時にちゃんとお腹に力が入っているかの確認をしてください。これが100度ねじれない方、またはねじった時にお腹腰回りに力が入らない方は隠れ反り腰の可能性があります。エクササイズをした後はしっかりねじる時にお腹周りがギュッと締まっていきますから、今の感覚覚えておいてください。それではスタートです。それでは座った状態でつま先を掴んで腰を丸めるだけ。目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って、今言ったように腰ですね、この辺りをしっかりと丸めてください。胸から行きたくなるんですが、胸よりもできたら腰を丸めるような感じです。手でつま先や膝を触っててもいいですし、地面を支えても構いません。大事なことは下腹に力を入れてちゃんと腰を丸めることです。どうでしょうか。こういったエクササイズをするだけで最後の10回腰振りエクササイズの効果が何倍も上がって
お腹腰回りがシュッと締まっていきますよ。目いっぱい息を吸って吐いて吸って吐いて、地味ですが腰が少しずつ伸びてきてますね。はい、 OK。 今度は反対側です。片膝曲げて、はい、反対側の手でつま先を掴んでいきます。膝でも構いません。でこの状態でしっかり腰を丸める、戻す、丸める、戻す。目いっぱい下っ腹を薄くしてへそを引っ込めるから腰が丸まっていくようなイメージです。手は支えるために引っ掛けてるだけなんでどこでも構いません。目いっぱい息を吐いて吸って吐いて、そうです。ポイントはしっかりへその下を引っ込めること。いけますか？ちょっと腰がだるくなってても今はいいです。辛かったら無理はしないで。こういったエクササイズやウォーミングアップをすることでどんどん効果が高まっていきます。くびれたウエストや腰回りを思い浮かべながらやっていきましょう。もう一息、目いっぱい吐く、吸う、吐く、吸う。はい、動いてきましたね。では片足横へ伸ばします。このまま背中を伸ばして真横に倒していきます。ゆっくり横に。この隠れ反り腰の方、あまり使えていないももの裏側、ハムストリングスを伸ばします。膝は曲がってもいいのでちゃんともも裏が伸びるところ探してください。そしてここ頑張って背中を反らそうとして腰に力が入っちゃう方は今丸まってても大丈夫です。しっかりともも裏が伸びてれば OK。 足首まで曲げてしまうとふくらはぎまでピンと伸びますから足痩せ効果も高まります。むくみがすっきりしていきますね。目いっぱい息を腹から吸ってゆっくり口からはーっと吐いて吐いて吐き切る。頭のてっぺんが遠くへ遠くへ引っ張られていくような感じです。しっかりハムストリングス、もも裏を伸ばしていきましょう。もう一息。はい、いいです。今度は反対側です。はい、足は曲がってもいいし腰丸まってもいい。できる範囲で胸を張って、はい、ゆっくり横に。目いっぱい呼吸しましょう。腹から吸って目いっぱい深く口からはーっと吐き切ります。反対のお尻しっかり地面を突き刺すような感じです。手とお尻は反対方向に引っ張り合う。柔らかくなってくると膝が伸びたり腰に負担なく背筋を伸ばせるように変わってきます。少しずつでいいですからね。人と比べずに昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。さああと20秒ほど目いっぱい呼吸して、しんどい時は休んでもいいですからね。マイペースにまずは継続することが一番大切です。さああと10秒ほどいきましょう。頭のてっぺんが足先を乗り越えていく。吸ってもう一個はーっと吐いて吐いて、はい、いいです。ではこのまま足を卍形にして肘は肩の下、手を持ち上げたらそのままツイストをしましょう。はい、しっかりとねじりを深めます。目いっぱい吸って長く吐いて深く吸ってゆっくりはーっと吐き切る。どんどんねじりを深めていきましょう。どうですか？ここでしっかりねじると特にこのお腹、地面側のお腹や腰回りのお肉、腹斜筋のあたりに力がギュッと入ってきます。いいですよ。そのままツイスト。イメージは胸を後ろの方にねじるんだけど、この膝をちょっと持ち上げておくようなイメージ。すると上半身下半身でギュッとねじれが出てきますね。雑筋をギュッとねじっていくようなイメージで体を引き締めていきます。そう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 、いいですよ。 OK、 頑張りましたね。反対側行きましょう。はい、足は直角にしてそのまま背筋を伸ばしてお腹に力を入れます。深くツイスト、長く吐いてゆっくり吸って吐いて吸って吐いて吸って、いいですよ。その調子繰り返していきましょう。ねじりを深めて身長高く高く伸びながらもう1センチ後ろ深く振り返っていきましょう。そうです。脇腹の筋肉が喜んでいますね。使っている筋肉をしっかりと感じて自分の筋肉と会話をしながら
気づきを毎回一つでいいですから持っていきましょう。さあもう一息遠くへ遠くへ、後ろ後ろ壁をしっかりと見に行って、もう一息。はい、いいです。それではこのまま肘ついて、はい、ちょっぴり胸反らしていきます。この時、腰ではなくて胸を反らすようなイメージです。このままでもいいし、手は伸ばしてもどっちでもいいです。しっかりと胸の前、息を吸う時に胸を広げるような感じ。ちょっと苦しいかもしれませんが、長く鼻から吸って吸って吸って、ゆっくり口からはーっと吐いて吐いて吐き切る。これ吸う時に苦しいって思う方ほど実は隠れ反り腰です。隠れ反り腰の方は背中を丸めて息を吸う癖がついているので、胸を反らした状態でも吸えるようにしましょう。それをしないとなかなか改善してくれません。しかしできれば綺麗なウエストや美しい姿勢が出来上がっていくわけです。しんどい分だけ体は綺麗に変わっていきます。もう一息だけ。はい、ナイスです。それではこのまま四つ倍のポジション、背中まっすぐで腰を丸めて戻す。胸を丸めるのも NG、 気をつけて。いきますか。目いっぱい息を吐いて吸って。これぜひ姿見の鏡とかある方見ながらやってみてください。できます。腰だけ丸めるイメージ。この時ももの裏側使ったりお腹を使ってます。はーっと吐いて吸って吐いて吸って、どうでしょうか。この腰を丸める動きの中で胸が無意識に動いちゃうという方、これ隠れ反り腰のサインです。胸は極力まっすぐのまま、意外と難しい。鏡見てみると自分のイメージと全然違う動きをしていることって結構あります。僕もそうでした。でもこうやって一個一個確認すると絶対できるように変わっていきます。お腹、もも裏、そしてお尻。はい、いいです。それでは最後に腰振り10回エクササイズ。これはおへその少し下にペン1本分ぐらい入るぐらいのスペースを作っていく練習です。この状態でへその下ともも裏、お尻に力を入れてぎゅっと腰を丸めて反らす、丸めて反らす。たったこれだけ。でも丸めた時おへそがしっかりと地面から浮き上がっていきますね。お腹とお尻、もも裏に力が入ります。これで骨盤と横隔膜が平行になっていきます。10回だけ一緒に頑張りましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、いいですよ。その調子。もう一息。よいしょ。はい。OK。それではアフターチェックをしていきましょう。体をねじっていきます。どうでしょうか。最初にも深くねじれて、さらにお腹、腰回りに力が入ってきてますね。感覚が変わっていれば確実にお腹、腰回りがすっきりしていきますよ。このように体の仕組み、解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますので、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。